今日のお客さんは3名様と団体客はいなさそうかな。で、2名様1名様で深夜の料金だから2割引きで、その処理がここをしてと。こんばんは、いらっしゃいませ。本日の22時からのレイトショーのお客様でお間違いないですか？ありがとうございます。ではまずはチケットを確認させていただいてもよろしいでしょうか？ありがとうございます。チケットが ID が694で、大人が2名様で、期限が8月31日、番号が0102、番号押してある、使用済みでない、はい、ありがとうございます。こちらのチケットはですね、本日ショーが終わるまで、ご退場されるまではなくさないようにお待ちください。本日ですね、お席が結構空いておりますので、もしご要望ありましたら、あらかじめ席を押さえることができます。そうですね、映画館と違って、およそ180度ぐらいはですね、すべてスクリーンになっておりまして、本当に夜空を見上げているような感覚になれます。ですので、入り口に近いからといって特段首が痛くなる席ということではありませんのでご安心ください。はい。無難に真ん中らへん。承知しました。では、G の3と G の4、こちらの2つのお席をお取りしましたので、G の3、G の4の席にご着席ください。プラネタリウム上演中はですね、かなりお足元が暗くなりますので、できれば始まる前までにお手洗いとお済ませください。何かご不明点とございますか？大丈夫そうですか？ありがとうございます。では本日はごゆっくりとお楽しみください。はい。大変長らくお待たせいたしました。本日は眠りの館プラネタリウムにご来館いただきまして誠にありがとうございます。22時からのプラネタリウムの上映が始まります前に、皆様に3点ご案内を申し上げます。1点目、非常口は右側後方と左側後方、緑色のランプが点灯しているドアになります。非常事態の際は立ち上がらず、スタッフの指示に従っていただきますようご協力お願いいたします。2点目、プラネタリウムの写真や動画の撮影はご遠慮いただきますようお願いいたします。3点目、本プラネタリウムは星空や惑星を楽しんでいただくことはもちろん、日常を忘れリラッ
スしていただくことをコンセプトに設計されております。上映中に眠たくなってきましたら、目を閉じていただいても構いません。本日はどうぞごゆっくりとお楽しみください。それでは、不思議な宇宙の旅に行ってらっしゃいませ。私たちは皆、地球の上で生活をしています。普段、そのことをあまり意識することはないでしょう。しかし、ふと夜空を見上げたとき、あるいは眠れぬ夜に生命の誕生や宇宙の謎を考えたとき、その果てしない世界の広さと奥深い謎に胸がキュッとなる瞬間があなたにも一度はあったのではないでしょうか。地球にはおよそ46億年という長い長い歴史があります。そしてその多くは謎に包まれています。今夜は奥深い洞窟へ探検に行くかのごとく、地球や宇宙の謎を覗いてみましょう。人が地上から夜空を眺めて見える星の数はおよそ4000個と言われています。普段都会に住んでいる方は空気の澄んだ山へ行ったとき、その星の多さに目を奪われることでしょう。星には太陽のように自ら輝く光星と、光星に照らされ反射して光る惑星や衛星などがあります。では、夜空に輝く星はどこでどのようにして生まれたのでしょうか。宇宙空間には水素やヘリウムなどの軽い元素からなるガスと細かな物質の塵が漂っています。星はこれらのガスや塵の中から生まれます。細かな物質が引力によって集まり、分子雲と呼ばれる空間ができます。そこへさらに周囲のガスや塵が引き寄せられ、中心部が圧縮されることで原子雲が生まれます。この時点ではまだキラ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 とは輝いておりません。その後、原子雲に物質が流れ込み圧縮され、その物質同士がぶつかり合う摩擦によって重心温度が上がります。
その中心温度がおよそ1500万度に達すると、水素の核融合反応が始まり、輝くようになるのです。つまり、夜空に輝く星々は、宇宙空間に漂う細かいガスや塵などが集合、圧縮、摩擦を繰り返すことによって誕生します。始まりがあれば終わりがあるように、星たちにも終わりがあるのです。皆さんは超新星という言葉を聞いたことがあるでしょうか？超新星という言葉から大型の星の誕生をイメージする方が多いかもしれません。しかし実は星の最後の姿を超新星と呼ぶのです。星の輝きを生み出す水素の核融合を終えたら、その後は周りにあるガスが徐々に宇宙空間に放出されていきます。中心部の水素原子核はやがてヘリウム原子核に変わり、最終的には鉄原子核ができることで核融合反応が終わります。すると一気に中心部が収縮して、今度は鉄の核分裂反応が起こります。その結果、大きな爆発を起こし、恒星を作っていた成分の多くが周囲に飛び散っていきます。この星が最後に大爆発する現象を超新星と呼ぶようになりました。ここまでキラキラ輝く星たちの誕生と終わりについて見てきました。ここからは私たちが生活する地球を含めた惑星にも目を向けてみましょう。太陽の周りを回る惑星には水星、金星、地球、火星、木星、天王星、海王星の8つの惑星があります。この8つの惑星に共通していることがどんなことかわかりますか？少しイメージしてみてください。この8つの惑星に共通していることは、それはどれも形が球体であることです。では、どうして惑星は球体
なのでしょうか？答えは惑星の自己重力にあります。星と同じように惑星も小さな小さな塵がたくさん集まってできたものです。これらの物質は惑星の中心に引き寄せられています。惑星自らが作り出す重力と内部の圧力と釣り合い、球体の状態で安定するのです。これらの惑星は北極の真上から見て例外なく反時計回りで回っています。地球は地軸を中心に1日1回の速さで自転しています。つまり1時間あたり15度ずつ回転していることになります。この回転速度は赤道表面で時速およそ 1670km、 東京付近では時速およそ 1300km ととても速いのです。新幹線の4倍以上のスピードで回転しているというのに、私たちは普段生活している中で地球が高速に回っていることを自覚できません。その理由はとてもとてもシンプルです。それは地球の規模が人間に対して大きすぎるからです。また地球には質量による引力があり、回転による遠心力よりも強い力で中心に引き寄せられているため、私たちは高速で回転する地球上でも平気で立っていることができるのです。星や惑星たちに負けず、その存在感を放つのが月。日本人は古くから月をめでてきました。和歌の中で読まれたり、かぐや姫の故郷とされたり、お月見をしながらお団子を食べたり、日本人は月とともに様々な文化を楽しんでいますね。惑星の周りを回る星を衛星と言います。地球の衛星は月だけです。つまり月は重力の大きな地球の引力に引きつけられ、地球の周りを回っている星なのです。皆さんは月の大きさがどれくらいか想像つきますか？月の赤道直径は 3473km。 月は意外に巨大で、太陽系の惑星の中で5番目の大きさを誇ります。さらに驚くべきことは、引きつけられる惑星に対する
衛星の直径比率です。木星や土星など他の惑星の周りを回る衛星の直径比率は20分の1程度に対し、地球と比べた月の直径は4分の1もあるのです。では、どうして月はそんなにも大きいのでしょうか。その謎は月の起源で最も有力なジャイアントインパクト説にあります。この説によると、地球が形成されて間もなく火星くらいの惑星が衝突した結果、月が形成されたと言います。惑星の衝突による破片の多くは地球の引力によって再び地球に集積しましたが、一部の破片は地球の周辺を回る円盤を形成しました。やがて円盤が冷えて溶岩のようになり、溶岩同士が合体して巨大な月が出来上がったというのです。この説が真実なら、月は惑星になり損ねた衛星とも言えます。季節によって星空が変わるように、月も季節によって見え方が変わります。夏の月と冬の月、どちらが高い位置にあるかわかりますか？太陽が夏至で最高高度に、冬至で最低高度に位置することは皆さん直感的にもご存知だと思います。太陽、地球、月の順番で並んだ場合、地球は地軸が傾いているため、太陽と真逆の関係性になるので、月は夏が一番低く、冬が一番高くなるのです。日本では古くから秋にきれいな月を鑑賞する文化があります。それではどうして秋の月はきれいに見えるのでしょうか。それは月の高さと地球の天気が最適な環境を作り出しているからです。季節によって月の高さは異なります。月の位置が低い夏は空気中の塵や地球の人工的な明かりの影響で月がぼやけてしまいます。一方、冬は位置が高いので見上げるのに苦労して鑑賞には適しません。春は空気中の水蒸気量が多いため霞が生まれ、月は霞んで見えます。いわゆるおぼろ月夜です。秋は台風の影響で降水量が多く、雨によって大気中の塵が地表に落下するため空気が澄んでいます。よって月がきれいに見えるのです。ぜひ
今年のお月見シーズンには月の位置や空気の肌触りなどにも注目して楽しんでみてください。いかがでしたでしょうか。宇宙、そして惑星の無限大の大きさにどこか不思議な感覚を味わうことはできましたでしょうか。私たちは季節によって様々な星空を楽しむことができます。別のプラネタリウムショーでは季節ごとの星の秘密など、また違った観点から宇宙を覗くことができます。ぜひ他のプログラムにも参加してみてくださいね。最後に、人間が天体望遠鏡で観測できるのは宇宙のほんの一部に過ぎないと言われています。まだまだ誰も見たことのない無限大の世界が広がっているのです。このワクワクする宇宙を私たちと一緒に冒険していただけますこと、心よりお待ちしております。本日は誠にありがとうございました。おやすみなさい。